私たちが信ずるという行為は、実は非常に自分自身の様々な感情や情念、性質によって邪魔され、惑わされてしまうものであるということを常に意識していないといけないと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第30回です。この動画は法華経を拝読していきながら、仏教に関することなどをなるべく簡単にお話ししています。回を重ねながら少しずつお話をしています。その他の回もご覧いただき、一緒に仏様の教えについて考えていっていただければと思います。それでは今回の内容です。前回は弥勒菩薩の問いまで説明をしました。ここまでを少し振り返りますと、まず序本の始まりは、たくさんの様々な衆生が釈尊の説法の絵座に集まってくるところ、たくさんの様々な衆生が釈尊の説法の絵座に集まってくるところから始まりました。次に釈尊は深い瞑想状態に入った後に様々な随想を示します。それらの随想が人々の想像をはるかに超えるものであったので、集まった方々は驚き、混乱してしまうんですね。その様子を見ていた弥勒菩薩が、その衆生たちを、その説法の絵座に集まった方々を代表して、文殊師利菩薩に質問をします。釈尊はなぜこのような随想を私たちに見せたのでしょうか。そういう質問です。その質問に文殊師利菩薩が答えるのが今日の内容です。ちなみに序本を説明し終わりましたら、まとめの動画をアップしようと思っています。全体の内容はそちらをご覧いただくとして、今は一つ一つ細かいようですが、見ていきたいと思います。さて、文殊師利菩薩は弥勒菩薩に答えます。今、仏世尊は大法を説き、大法の雨を降らし、大法の洞を吹き、大法の鼓を打ち、大法の義を述べんと欲するならん。とこう答えるんですね。今、仏様は偉大な法を説き、偉大な法の雨を降らせ、偉大な法の洞貝を吹き鳴らし、偉大な法の太鼓を打ち鳴らし、偉大な法の意義を説き示そうとされているようだというわけですね。前回、仏様の教えを香りに例えているということを話しましたが、ここでは雨や洞貝、また鼓などにも例えられています。特に雨の例えは、この後薬草湯本第5で三草二目の例えというところでも比喩として出てきます。雨は相手を選びません。大きい、小さい、賢い、賢くないを選ばず、私たちに降り注いでくれます。そういう雨のありがたさを仏の教えに例えているのです。この相手を選ばないというところに法華経の救いの姿が秘められています。その他の洞貝や鼓を打つというのも面白いですね。なんだか勢いがあって、これからなんだかすごいことが起こるぞという、そういう迫力を感じます。続いて、文殊師利菩薩は、過去にたくさん出会ってきた仏様たちも、このような随想を示した後に、大法を説かれたと示されます。そして、こうやって仏様が随想を示したのは、人々のために、ことごとく一切世間の難心の方を問知することをえしめんと欲するがゆえに、この随を現じたもうならん。すべての世間において最も信じがたい方を聞き知らせようと願われて、このような随想を表されたのでしょうと、こういうふうに文殊師利菩薩は示すわけです。ここで注目なのは難心の方です。これから説かれる教えはものすごく偉大でありがたい教えであり、難心の方であるというのです。これなんでって思いませんか？ものすごく偉大でありがたい教えであるっていうまではいいですよね。でもなぜその教えが難心の方なのか、信ずるのが難しい教えなのか、これは教えが難しいと言っているわけではありません。
あくまで私たちが信ずることが難しい教えであるということを文殊師利菩薩は言っているわけです。これは実は法華経の裏テーマのようなもので、むしろ裏テーマというよりは、実はこの法華経にとってすごく重大なものになるんですけども、この法華経というのは信じるのが難しいし、解く方もとても難しい、解いていくのが難しい教えであるということが説かれている教えなんですね。法華経というのは仏様にとって真実の教えであり、大変ありがたい教えなんですけども、でもそれは信じるのも難しいし、解くのもとても難しいという、そういうことが説かれているんです。これはなぜでしょうか。ありがたい教えですから素直に信じればよいですよね。ありがたい教えですからありがたい教えですよと素直に解けばよいわけです。でもそれがなかなかできないんですね。これが真実の教えであるがゆえに私たちが抱える大きな課題であると言われています。ちょっと身近なことに当てはめて考えてみます。例えば自分が集団の中に属していて、その人たちと行動を共にしていたとします。その時自分は集団にとって大事なこと、正しい行動などに気づいたとします。で、気づいただけではダメなので、集団に伝えようとするんですね。すると、その集団は自分の言葉を受け入れるでしょうか。これってなかなか難しいですね。大事なこと、正しいことって分かっていても、結構多くの場合に集団は受け入れてくれるわけではないんです。そんなの分かってるよ。だけど難しいよな。なんてうやむやにされることも多くありますし、時には、お前真面目ぶりやがって、集団の輪を乱すやつだ。なんてことを言われたりもします。こうやって、実は真実に近ければ近いことほど、実は私たちはいろいろと言い訳をして受け入れないということがとてもたくさんあるんですよね。また、私たちは意外なことですが、自分より縁遠いものは割と簡単に信じてしまいます。ですから、噂などを簡単に信じたりするんですね。どこかの誰かが言っていたよなんてものは割と簡単に信じます。ところが、身近な人、自分を支えてくれる人、友人、そういう人の言うことを信じ続けるとなると、これは結構難しいんです。ちょっとしたことで疑いの心が芽生えてしまうと、なかなかその心を消すことはできません。最も自分にとって大切な人に対して人間は多くの場面で疑いを持ってしまうことがあるんですね。またそれから一旦自分が信じたものにとても執着するようなところもあります。お金だってあの紙切れ1枚が1000円の価値があります。1万円の価値がありますと言って割と自然に信じますし、そうは言ってもただの紙切れじゃないかとはなかなか私たちは思わないわけですね。自分の考えや思いにとても執着をするわけです。人間に対する、他人に対する評価なんていうのもそういうものだと思いますね。あの人はこういう人だっていうふうに思ってしまうと、なかなかその思いを変えることはできない。そういったことがあります。私たちは自分の考えや思い、そういったものにとても執着をするわけです。これから仏様が説かれる真実の教えに対しても、今述べてきたような私たちの性質を捨てて向かい合うことってとても難しいんです。それを文殊師利は分かっているので、ここであえて難信の法であるということを言っているわけですね。これから説かれる教えは仏様にとっての真実の教えです。それを聴聞する方々は仏様と親しく今まで一緒に道を歩んできた方々です。一緒に歩んできたからこそ意外なことですが、仏様の教えに耳を傾けることができないんです。素直になれないんですね。遠くの誰かの言うことは簡単に信じるのに素直になれないんですね。また自分の考えに執着しているので、真実の教えを受け止めることがなかなかできません。またさらに、それが真実の教えだと分かっていても、集団が受け入れてくれるかどうか分からないので、尻込みをしてしまうわけです。頭では分かっていても、自分の愚かな部分が
真実の教えを信ずる心を邪魔するわけです。ということで、これから説かれる教えは難信の法であり、これは法華経を信ずる上で重大な課題になってきます。ちなみに、ちょっと余談をここで述べたいと思うんですけど、いつも余談が長くなりますが、ちなみに、現代の情報化社会っていうのも怖いものがありますね。とても便利なんですけども、その怖さというのをあんまり認識してないという部分が、また非常に怖いことだと思います。よく相談を受ける中で、インターネットで調べてきましたとよくおっしゃる方がいるんですけども、その内容がとてもトンチンカンなものであることも多くあります。もう少し実際に見たり聞いたり、肌で感じたりすることを大事にしても良いのではないかなと思うんですね。インターネットにある情報や社会が全てだと思うのはあまりに危険ですし、またあまりにもったいないことだと思うんです。ついでにちょっと述べてみようと思うんですけど、今 VR というのが非常に勢いを持っています。VR は仮想現実と呼ばれるものです。コンピュータ上で作り出された社会でなく、実際の世界をデータ上に変換して、まるでその場所に行ったかのように VR の空間を、仮想現実の空間を行動することができるようになってきています。すごいことですね。とても楽しみですし、私もそういうものを体験してみたいなと思います。ですが、この VR を紹介している人が、この VR があれば実際の旅行なんてしなくてよくなりますってこう言ってたんですね。そんなわけないと私は思います。VR は VR ですし、実際の世界は実際の世界。どちらがいいということではないんであろうと思うんですね。科学技術が発達して、そこでしか味わえないことが増えていくことはとても素晴らしいことだと思います。でも、実際に触れたり感じたりすることでしか味わえないこともたくさんあると思います。VR があれば実際の経験がなくてよいというのは VR の発展自体を滞らせてしまうような考え方だと思います。余談が過ぎてしまいましたが、私たちが信ずるという行為は実は非常に自分自身の様々な感情や情念、性質によって邪魔され、惑わされてしまうものであるということを常に意識していないといけないと思います。さて、ここから文殊師利菩薩の話は壮大なものになっていきます。まず、大変な昔にある仏様がおられたというんですね。その仏様の名前は、日月燈明仏という名前です。その日月燈明仏は他の仏様と同じく、十号というとても優れた力を持った仏様でした。この十号について話すと1回分の動画の内容が終わってしまうので、十号は改めて次回以降でお話をしたいと思います。世尊とかそういった名前がこの十号の中に含まれるんですね。とにかく優れた仏様がおられたというわけです。その日月燈明仏はとても優れた教えを衆生たちに説いて聞かせました。そしてその日月燈明仏の次にもまた仏様が現れ、その名を日月燈明仏と言いました。そしてその次に現れた仏様も日月燈明仏。その次も日月燈明仏。その次も、その次も、その次もと相次いで出現した仏様の数が、日月燈明仏の数がなんと2万。もう大変な数字でちょっと理解ができませんね。一体どんな時間が流れたのだろうかと思いますが、仏教にはこういった表現が結構出てきます。これは以前にも話しましたが、現在私たちが理解しているような時間軸で考えると、仏教の時間というのはちょっと理解ができません。なんというか、時間が空間的な広がりを持って語られていくからですね。ですので、地球が生まれたのが何十億年前だからってこう考え出すと、わけがわからなくなってしまいます。ちなみに、仏教と数字の関係を面白く研究した本が、冥土の旅はなぜ四十九日なのかという、そういう本がございます。とても面白かったので、気になる方は読んでみてください。また、これも余談になってしまうんですが、先日、クリストファー・ノーラン監督の
インターステラーという映画を見ました。素晴らしい映画でした。内容はとても難しいですし、ネタバレできないほど私は薄い理解しかしてませんが、そこで表現されていた5次元や時間軸の話はなんだかちょっと仏教の話に近いような気がしました。こういうこと言うと、お坊さんは世の中のこと何でも仏教にやりますってすぐに言うってこう言われてしまいそうですが、私たちが思っている時間の流れというのも、ただまっすぐ流れているだけではなくて、もっと複雑なものかもしれない。そういったことがありますし、一応便宜的に時間の刻み方っていうのはみんなが守っていくために刻み方は決まっているんですけども、それぞれ時間の流れや時間に対する考え方とか時間に対する感じ方とかは違いますね。ですから世間の時間の流れに自分が添えないと思っても、それは決して悪いことではないと思うんですね。仏教の中で説かれるようないろんな時間軸の話なんていうのを見ると、今私たちがある意味強制されているようなそういった時間っていうものは、それは一つの時間のあり方なんだっていう程度に思っても良いのかなというふうに考えたりもします。よろしかったら先ほどの本もそうですが、こちらの映画もご覧いただければと思います。それで話を戻しますが、2万の日月灯明仏が出現されたと文殊師利菩薩は示したわけです。その2万番目の日月灯明仏がまだ成仏する前ですね。日月灯明仏が成仏する前に、その日月灯明仏になる前の日月灯明仏に8人の王子がいたと文殊師利菩薩は言います。その8人の王子たちは、父が出家して成仏し、日月灯明仏になったことを知ると、自分たちも出家して修行者となるわけですね。そしてその日月灯明仏は、多くの教えを説いた後に瞑想状態に入ります。そうすると、天から美しい花々が降ってきて、大地が振動します。あまりの光景に、日月灯明仏の説法の絵座に集まった方々は、じっと仏様を見つめます。すると、日月灯明仏は白毫から光を放ち、東方世界を映し出します。まるで釈尊が示した四度の六髄、多度の六髄と同じですね。日月灯明仏は、絵座に集まったたくさんの菩薩の中から、妙高菩薩という菩薩を起源として、ここで、大乗経の妙法蓮華経菩薩法仏書5年と名付くるを説きたもう。仏に守り念ぜられる大乗経典の妙法蓮華経を説かれましたと、こう告げるわけですね。ここで妙法蓮華法華経の題号が出てきます。そしてこの妙法蓮華経を日月灯明仏は説き終わると、なんと涅槃に入ると宣言するんですね。いわゆる入滅する、お亡くなりになるわけです。実際に日月灯明仏はこの法華経を説き終わると涅槃に入り、その後を引き継いで妙高菩薩が教えを説きます。また妙高菩薩の弟子の中に愚明菩薩という菩薩がいました。この愚明菩薩は少し人間っぽいところがありまして、修行を怠けるようなところがあり、気を抜くとすぐ友達の家に遊びに行ってしまうような、そういう菩薩様でした。ですが、この愚明菩薩も多くの善根、修行をしていく中で、多くの善根を植えたことにより、多くの仏様に出会うことができました。ここまで説明をして、文殊師利菩薩は次のように言います。実は、妙高菩薩というのは、私、文殊師利菩薩であり、愚明菩薩というのは、実は、弥勒、あなたであると言うんですね。ちょっと唐突な気がするんですけども、実はこれも法華経の特徴なんです。法華経では大変長い期間をかけて
互いが師匠と弟子として仏縁を持っていることが幾度も説かれます。現在だけを切り離すのではなく、多くの流れの中で現在を見るということをしていくようなんですね。この師弟の関係というのも法華経を読み解いていく上でとても重要な内容に、重要なキーワードになっていきます。そして文殊師利菩薩は今まで私は長い期間をかけて大変多くの仏様に真言、多くの仏様に付き従ってきたが、この今の釈尊が示している随尊を見せたそういった流れは、これから妙法蓮華経、法華経が説かれることを示しているのであると、そう宣言されまして問答は終わります。で、この後文殊師利菩薩は重ねて下を説いて今までのことを補足されるんですね。以上、足早ですけど文殊師利菩薩の回答を説明してきました。この序本はこれから起こる法華経の大事な部分がいろいろな場所に散りばめられています。私も序本だからと読み飛ばしているようなところがありましたが、改めて読んでみると気づかされることも多いなと思います。では今回はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。